皆さんこんにちは、リキトです。突然なんですが、これ何だと思いますか？実はこれなんとプロジェクターなんですよね。一見すると見た目は収納ケースのような見た目をしているんですが、今回は XGME さんから発売された最新の家庭用プロジェクターエルフィンフィリップ 4K を紹介していきたいと思います。僕は普段ミニマリストとして物を持たない暮らしであったりとかミニマリストのライフスタイルっていうのをこの発信を通して紹介し続けているんですが、僕自身プロジェクターに関してはミニマリストのライフスタイルを始めた7年前ぐらいからずっと天井投影式のプロジェクターを愛用し続けていたんですが、今回ご紹介する XGME さんのプロジェクターのように置き型のプロジェクターはね、今まで使ったことがなくて、なんとこのプロジェクター映画館で見るような映像 4K 映像にも対応していて、壁に映すだけでなんとね100インチもの映像を壁にも天井にも投影することができるんですよね。そしてなんといってもこのプロジェクターとは思えない圧倒的にシンプルなデザイン性に、重さたった 1.5kg、 そしてなんと薄さたったの 7cm の極薄設計。いやー本当に驚きですよね。まさにミニマリスト志向の方にぴったりなプロダクトなんじゃないかなっていうふうに思っています。今回は XGME さんから最新のプロジェクター XGME のエルフィンフリップ 4K を体験させていただく機会をいただきましたので、開封から実際のね投影体験までしっかりとねミニマリスト視点でレビューしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。よし、開封しますか。いやー早速見てください。このシンプルなこの箱。プロジェクターって聞くとねめちゃくちゃ大きい箱を想像していたんですが、もう想像以上にコンパクトてか、なんかもはやなんかプロジェクターの箱っていうよりもなんかシューズ用の箱を開けるような本当にコンパクトな見た目になっています。さあ行きますか。オープン。おー、ワンクッションある感じね。さあ次かな。オープン。おー、ちっちゃ、すごいな。このコンパクトさですよ皆さん。いやー想像以上にコンパクトすぎて正直ね言葉を失っているんですが、出てきました。これがエルフィンフリップ 4K 本体です。いやー実際にね画面の中では何度も見てきたんですが、想像以上に軽いしめちゃくちゃ薄いですよね。こちらのプロジェクター、厚さなんとわずか 7.8 センチ。これ文庫本を3冊ぐらい重ねた厚さなんですよね。そしておー、こんな感じか。いやーそしてねなんといってもこのフォルムですよね。普通のプロジェクターって四角い箱に三脚を立てて使うイメージなんですが、エルフィンフィリップ 4K は本体とスタンドがこんな感じで最初から一体化されてるんですよね。なんで使わない時はねこんな感じで閉じておいて、使う時だけこんな感じでパタンと開いて受けたい方向にクイッと回す。これだけでプロジェクターが使えるんですね。そして持ってみると、いやーめちゃくちゃこれ軽いですね。重さはなんと約 1.55kg ということで、イメージね 500ml のペットボトル3本分ぐらいの重さになっています。これならね寝室だったりとかリビング、子供部屋だったりとか家のどこにでもね気軽に持ち運びができるようなそんなサイズ感になっています。本体外の同梱物確認してみたんですが、たったこれだけでした。説明書にましてリモコン、あとは電源プラグ、あとはリモコン用の電池、たったこれだけでしたね。エルフィンフィリップ 4K ってこれ以上ね追加で買い足すものが本当にないんですよね。例えばね普通のプロジェクターで買うとなると三脚であるとか専用のスクリーンだったりとか、あとは FireTV スティックのような Netflix をね見るためのストリーミングデバイス、あとは別売りのスピーカーであったりとか HDMI ケーブルだったりとか、もう他にもねいろいろとね揃えなきゃいけないものっていうのがたくさんあるイメージだったんですが、この置き型のプロジェクターでこれだけのねアイテムの少なさっていうのを実現しているのには、まずはねなんといってもこの本体と三脚がねまず一体化しているのはもちろん、もともとこの本体の中に YouTube だったりとか Netflix だったりとか Amazon プライムだったりとかのストリーミングサービスっていうのがねもともと入っているので、FireTV スティックなどの外部機器っていうのがもともとね一切必要ないんですよね。あとはねなんといってももともとねこのハーマンカードンっていう有名なスピーカーがもともと付属されているので、音質もめちゃくちゃ綺麗ですし、後で紹介しようと思っているんですが、自動でね歪みだったりとかピント、台形補正だったりとかを全てね自動で調整してくれるっていう機能が備わっているので、難しい設定っていうのがね一切必要ないんですよね。
っていうことはですよ、実際に本体を購入して、実際にコンセントをここに挿して電源をつければそれでね終わっちゃうっていう、このシンプルさがねめちゃくちゃ最高なんですよね。こうした無駄なものは一切省くっていう XGMI さんの思想っていうのがもうね開封体験の時点で伝わってきますよね。それでは改めて外観デザインから見ていきましょう。まずこの色、マットブラウンっていう艶消しの落ち着いた色合いで家具にねめちゃくちゃ馴染む色合いになっているんですよね。プロジェクターってどうしても機械っぽいザ・プロジェクターみたいな見た目になりがちなんですが、僕のようなねこんな感じでめちゃくちゃ真っ白なインテリアでもちょっとしたスペースにスッと立てかけても全く違和感のないデザインになっているんですよね。そしてなんといってもこの形、いやすごいですよね。これで 4K 映像が楽しめるんだっていうような感じですよね。本体の上半分が150度までくるっと回る設計になっているので、例えばですね普通のプロジェクターって水平方向にしか映すことができなくて、例えばね天井に映そうと思っても三脚を立てたり、本を積み上げて高さをね頑張って調整したりとか、結構ねそれがめんどくさいんですよね。でもねこのエルフィンフィリップ 4K であれば本体をねくるっとこのように回すだけで壁にもねなんと天井にも好きな角度に投影することが可能になっています。いやこの設計考えた人めちゃくちゃ天才ですよね。XGMI さんって2013年に中国で生まれたプロジェクター専用のブランドなんですけど、これまで世界4大デザイン賞を全て含むたくさんの国際デザイン賞を獲得しているブランドになるんですよね。まさにこのデザインに本気のブランドだからこそこういったね細部まで美しい仕上がりになっているんですよね。そしてここからがエルフィンフィリップ 4K の本当にすごいところ。まずプロジェクターって初心者がねつまずくポイントが僕の中でね3つくらいあるかなっていうふうに思っていて、1つ目は設置、2つ目はピント合わせと歪み、3つ目は投影する場所。この3つあるんじゃないかなっていうふうに思っています。1つ目の設置なんですが、まずねどこに置けばまっすぐ映るのかよくわからないっていうね悩みってあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、2つ目のピント合わせと歪みってところで言うと、斜めからね画面を投影すると画面がねどうしてもちょっとバランス悪くなってしまう、歪んでしまったりとか、ぼやけてしまったりとかするかなっていうふうに思っていて、3つ目の投影する場所に関しては、この発信をね見ていただいている方はほとんどの方大丈夫だと思うんですが、壁にねたくさん物が敷き詰められたりとかしていると、そもそもねうちにはプロジェクターをね投影するような予約のスペースってないよっていうふうに思われている方って一定数ねいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っています。なんですがこのエルフィンフリップ 4K であればその3つの悩み全部解決してくれるんですよね。まずこのプロジェクター電源を入れるだけでピントをね自動で合わせてくれたりとか、ちゃんとね綺麗な長方形の形にしてくれたりとか、例えば壁にコンセントだったりとか絵があったりとかすれば自動でそれを避けて映してくれたりとか、これ結構すごいんじゃないかなっていうふうに思っているんですが、白い壁じゃなくてちょっとね色がついた壁でも自動でね色を補正してくれる。つまり置いて電源を入れるだけでそれだけでねプロジェクターの難しい設定っていうのが一気にね解決してくれるんですよね。実はこれには XGMI さんの素敵な開発エピソードがあって、創業者の方が最初に作ったプロジェクターをお母さんにプレゼントをしたそうなんですよね。気になる感想はというと、お母さんはね画質をめちゃくちゃ絶賛してくれたそうなんですよね。ただ翌日にはねもう使われてなかったみたいなんですよね。その理由を聞いてみると、掃除のために動かしたら映像が歪んじゃって戻し方がわからなかったっていうふうにおっしゃってたみたいなんですよね。それを聞いた創業者の方はどんなに高性能でも使いこなさなければ全く意味がないなっていうふうに感じたみたいで、機械がねまずは人に合わせるべきだ、そんなふうに思ったみたいなんですよね。そのお母さんのエピソードから始まった誰でも使えるっていう思想が今の XGMI さんの全製品に受け継がれているんじゃないかなっていうふうに思っています。だからこそプロジェクター初心者でも迷うことなく使えるような設計になっているんですよね。僕は最初 4K で100インチがね映せて、しかもねこのコンパクトなデザインのプロジェクターっていうことで、まずはね凄まじいスペックだなっていうふうに思ったんですが、このプロダクトに込められた背景を知るとさらにね愛着が湧いてきますよね。よし、使っていきますか。さあもろもろ準備ができましたので、実際にね使ってみたいと思います。いきます。スイッチオン。お、来た。 XGMI。ピントがちょっと合ってないか。すごいピント合わせが、わーでかいです。
でかすぎる。もろもろね、設定終わりまして、画面投影してみたんですが、どうですかね。めちゃくちゃ迫力ありますよね。おそらく画面サイズでいうと100インチはね、優に超えていて、120とか130、140ぐらいあるんじゃないかなっていう風な投影画面のサイズ感になっています。こんなにもね、大きな投影サイズってことで、普段スマホだったりとか、タブレットで映画だったりとか、アニメをね、見ている方にとっては、もう全くね、別次元というか、別世界ですよね。明るさに関しては、僕のようにね、カーテンだったりとかを閉めてない方にとっても、昼間でもね、しっかり映像をね、見ることができますし、なんかね、色の再現性も結構ね、自然な感じの色味、プロジェクターでいうと結構ね、癖のある色味だったりとか、するプロジェクターも多い中で、XGME さんのプロジェクターに関しては割とね、自然な色味っていうのが再現されてるなっていうような感じがしますね。赤がめちゃくちゃ綺麗。ちょうどいいね、写真が出てくれたんですが、このね、色のコントラストっていう部分で言うと、なんかね、ちゃんと明るい部分と暗い部分っていうのが、ちゃんとね、メリハリがあるんですよね。特にこのね、赤い色っていうのはかなりね、深みがあってより細かいところまでディティール感が見えるというか、要するに何が言いたいかっていうと、映画館で見るような明るさだったりとか色のメリハリっていうのが簡単に XCM のこのプロジェクターであればお家の中でね、再現が簡単にできるってことなんですよね。いやー、これはすごいな。で、ホーム画面戻ってみたんですが、何がね、見れるかっていうと、Netflix だったりとか YouTube、ABEMATV、DMMTV、レミのディズニープラス、Hulu、プライムビデオ、Unext、TVer、YouTube ミュージック、何でもありますね。いやー、すごいな。こんな感じで、もう本当にね、人生何回やっても足りないんじゃないかなっていうぐらい、たくさんのコンテンツをね、楽しむことができるっていうことなんですよね。ちょっとね、恥ずかしいんですが、僕の普段のね、チャンネル自分で見ることないんですが、ちょっとね、再生してみたいと思います。おー、すごい。すごい。いやー、すごいですね。めちゃくちゃ大迫力、大画面ですね。なんかこんな間近で自分のね、顔見ることがないので、ちょっと恥ずかしいんですが、なんかね、自分の肌の毛穴まで見えてきそうなぐらい、めちゃくちゃね、明るさも明るいですし、なんといってもこのね、大画面ですよね。僕がよく見るコンテンツでいうと、この Netflix ですね。ちょっとね、今年行われた WBC の映像でも流してみますか。うわー、すげえ。めちゃくちゃでかい。大谷さんです。実際にね、映像を流して見ているんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。なんかね、色味としては赤はちゃんと深く、緑は結構自然な感じで、比較的安めのプロジェクターになると、色味がね、ちょっとベタっと潰れてしまうことがあるんですけども、このね、プロジェクターの映像に関してはめちゃくちゃね、立体的な映像になってますね。そして何といっても音質もね、めちゃくちゃ綺麗でした。このエルフィンフリップ 4K にはハーマンカードンっていうね、世界的で有名なオーディオブランドのスピーカーっていうのが内蔵されているので、もちろんね、Bluetooth スピーカーなどを使って外部のね、スピーカーと接続して音声も同時に楽しむことはできるんですが、正直ね、内蔵されているスピーカーのね、音質でも全然十分綺麗ですし、さらにこのプロジェクター、ドルビーオーディオってものにも対応していて、正直ね、コンパクトなボディからは想像できないぐらいの臨場感のある音質をね、楽しむことができました。そしてこちらがエルフィンフリップ 4K のリモコンになっているんですが、こちらのリモコンめちゃくちゃね、操作は簡単で、中にね、Google TV がプロジェクターの中に最初から入っているので、例えばね、リモコンのここの Netflix っていうボタンを押すと、はい、こんな感じで Netflix を開いてくれたりとか、この YouTube っていうボタンを押すだけで、はい、こんな感じで、ちょっとね、恥ずかしいんですが、僕の YouTube が流れてくれたりとか、めちゃくちゃ操作が直感的で分かりやすいですし、あとはね、こんな感じでボタンを押すたびに、しっかりね、リモコンのライトがついてくれるんですよね。なので、夜暗いシーンとかでも結構ね、分かりやすいっていうのはかなりね、ポイント高いんじゃないかなっていうふうに思ってて、そもそもね、プロジェクターって夜暗いシーンにね、よく使うことが多いと思うので、そういったシーンにね、今自分がどのボタンを押せばいいのかっていうのが分かりやすいっていうのはめちゃくちゃね、気の利いてるし、親切な設計になっているなっていうふうに感じました。で、僕が一番ね、驚いたポイントでもあるんですが、こんな感じで自由自在にね、僕が投影画面の位置だったりとか
を変えるたんびにこんな感じでしっかりねオートフォーカスもそうですし台形補正っていうのをねしっかりと整えてくれるんですよね。いやこれはねプロジェクター初心者にとってはめちゃくちゃ分かりやすいですし、すごくね親切な設計になってるなっていう風に感じました。正直ねこの僕のリビングだけじゃあんまりねこの XCM のプロジェクターの魅力っていうのを全てね伝えきることはできないので、もっとねいろんなシーンでこのプロジェクター使ってみたいと思います。まずは僕の寝室ですね。ここにプロジェクターを置いてプロジェクターをクイッと上に回すと、おおすげえ。はい、皆さん見てください。これだけでね、天井に大画面の映像が広がるんですよね。僕はねここのスペース寝室っていう風に言ってるんですが、今までは天井投影式のプロジェクターをねずっと使っていたので、投影場所はねずっとあっちの壁に限定されていて、さすがにねこんな感じで天井に映像を投影することはできなかったので、いつもですねスマホを顔に持ち上げて眠たくなるとねたまにスマホを顔面にね落としながら映像体験楽しんでいたんですが、今日からねスマホをね顔に落とさなくて済むみたいですね。あとね僕気づいちゃったんですが、このプロジェクターの動作音めちゃくちゃ静かなんですよね。正直この距離感でプロジェクターに近づいていても全く動作音気にならないですね。従来のプロジェクターであれば結構ねファンの音というかシャーっていう音が近くで聞いてみるとどうしてもね気になるなっていう部分があったんですが、この XCM のエルフィンフリップ 4K であれば動作音がねなんと 28dB 以下という静音設計になっているんですよね。28dB 以下って言ってもなかなかねイメージつきづらいと思うんで、これどれぐらいの静音性かっていうと、雪が降る音がだいたいね 28dB 以下ということなんですよね。いやこれめちゃくちゃ静かですよね。もうね雪が降るレベルの静音設計になっているので、例えばこんな感じでね、寝室でプロジェクター使っていたとしても全く気にならない静音性を実現しています。おーすごいですね。これ今ねスクリーンセーバーっていうものを画面にね映し出しているんですが、これ結構ね子供がいる家庭とかにめちゃくちゃ良さそうだなっていうふうに思いましたね。例えばこのねスクリーンセーバーだったりとか YouTube だったりとかでプラネタリウム流してあげたりとか星空をね映し出してあげたりとか、僕はよく夜になると焚き火をね流して眠ることがあるんですが、そういったものをこんな感じで天井にね映してあげたりとか、例えばディズニープラスだったりとかそういうディズニーコンテンツっていうのも結構ねお子さんだったら結構好きなお子さんたくさんいらっしゃると思うので、例えばね親子で寝転びながらディズニーだったりとかこういう風景だったりとかっていうのをね見るっていうのはめちゃくちゃ贅沢だなっていうふうに思いましたし、これってねスマホだったりとかタブレットでは絶対味わえない体験だなっていうふうに思っていて、やっぱりねこの一つの画面で一緒になって映像を見るっていうのが、すごくねいい時間だなっていうふうに思っていますし、いやこのねオーロラめちゃくちゃ綺麗だな、この体験はねスマホだったりとかタブレットでは味わえない体験だなっていうふうに思いましたね。あとはね僕なりの使い方にはなってしまうんですが、このプロジェクターを外部モニターとして使ってみるっていうのも一つねいい使い方なんじゃないかなっていうふうに思っていて、このプロジェクターに HDMI のケーブルをねノートパソコンだったりとかとつなげることによって代わりに PC の画面だったりとかっていうのをねつなげることができるんですよね。なんで僕は夜こんな感じで夜ね寝転びながら動画のチェックだったりとかこの大画面で見ることができるっていうのがねめちゃくちゃ最高な体験だなっていうふうに思っていて、僕は普段ミニマリスト渋さんの片付け動画のね編集っていうのをしていて、どうしてもねいつもスマホのね小さい画面上で確認作業だったりとか修正作業だったりとかその他諸々の編集作業をしているんですが、どうしてもね小さい画面だけ見ていると目がねどうしても疲れちゃうんですよね。なんですがこのプロジェクターの大画面であれば自然とね目が疲れにくいですし、動画の細部のねディティールまで確認することができるので作業効率がねめちゃくちゃ上がるんですよね。なんで今後はねこんな感じで天井にね画面をね投影することができるっていうことで、いやこれはねめちゃくちゃありがたいですよね。それと何よりね冒頭でもご紹介したんですが、このエルフィンフリップ 4K はリビングだったりとか寝室だったりとかワークスペースだったりとか本体の軽さがたった 1.55kg っていうことなので、この軽さであれば正直ね女性が片手でね余裕で持ち運べるサイズ感になっているので、このプロジェクター1台で家のねあらゆる場所が映画館に様変わりするんですよね。うわーめっちゃ綺麗な星空。いやー最高。はい、ということであれから1週間ぐらいこのプロジェクターを使ってみました。ここからはこのプロジェクターを使って分かったことっていうのを正直にお伝えしていきたいと思います。まずは良かったことを3つほどお伝えしていきたいと思います。
まず1つ目は見たい場所で見たい時だけ見れるっていう新感覚がすごく新鮮でした。僕もね小さい時に実家にねテレビがあって、テレビってねなんか特に番組のね切り替えボタンを押さなくても永遠とね番組って流れますし、あまり自分の興味のない番組でも結構ね番組を流し見しちゃって、無駄な時間を過ごすっていう経験がたくさんあったんですが、このエルフィンフリップ 4K は見たい時にスッと取り出して映像コンテンツを見終わったら家のねちょっとしたスペースにスッと戻すだけで終わるんですよね。なので無駄にねテレビのように無駄な時間を過ごすことなくすぐ気持ちの切り替えができたりとか仕事の切り替えができたりとか自分の好きな時間っていうのが増えたなっていう感覚がありました。2つ目は自動台形補正とオートフォーカスですね。いやこれね僕初めてこの自動台形補正とオートフォーカスができるっていうプロジェクターを体験してみたんですが、従来のプロジェクターであれば一つ一つね自分でマニュアルでね台形補正を一つ一つ整えたりとかオートフォーカス整えたりとかする必要があったんですが、そういった操作っていうのが一切必要ないってことで、もちろんねこういった自宅ではもちろんなんですが、例えば友達ん家に遊びに行ったりとか、例えばキャンプに行ったりとか、そういったシーンでも自由にこのプロジェクターであれば映像コンテンツっていうのをたくさん楽しめるっていうのはめちゃくちゃこれね初心者の方だったりとかそういった方にめちゃくちゃ親切な設計になっているなっていうふうに感じました。最後3つ目はこれ1台で完結できるっていうところですね。プロジェクターのみならずあらゆる家電そうだと思うんですが、結局ね本体買ったはいいものの他にもね何か必要なものがたくさんあったりとかして、結局ねあれもこれも必要だったっていう体験皆さんもねあるんじゃないかなっていうふうに思っているんですが、エルフィンフリップ 4K であればこれ1台で完結するんですよね。その他の Netflix だったりとか YouTube、Amazon プライムだったりとかいろんなね映像コンテンツっていうのももともとねこのプロジェクターの中に入っていますし、スピーカーも内蔵されていてスタンドもね一体化している、もちろんねリモコンも付属しているので、これからね何か買い足すものっていうのが一切ないプロダクトなんですよね。これってねミニマリストだったりとか持ち物をねなるべく最低限で生活したいっていう人にとってめちゃくちゃいいプロダクトなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まさにエルフィンフリップ 4K はその思想をねこのプロダクトを通して体現してるなっていうふうに思いました。そして最後に正直にねお伝えしておきたい注意点一つだけねお伝えしていきたいと思います。このプロジェクターね本体にバッテリーは内蔵されていないんですよね。プロジェクターで映像コンテンツ楽しみたい時にはコンセントがね必ず必要になってくるので、例えばね完全にコードレスで映画鑑賞をね楽しみたいよって人にとっては若干ね配線が煩わしいなっていうふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いました。ただねこれを踏まえてもこのエルフィンフリップ 4K は唯一無二の体験を届けてくれるそんな素敵なプロダクトだなっていうふうに思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は XCMI さんのエルフィンフリップ 4K をご紹介させていただきました。この 1.55kg の薄型ボディに 4K の映像美、ハーマンカードの音、自動台形補正の素晴らしさ、その全部が詰まった1台になっているんですよね。家庭における完成形、これはね XCMI さんがこのエルフィンフリップ 4K のホームページにね込めたメッセージなんですが、本当にねそんな1台だなっていうふうに感じました。そしてここで嬉しいお知らせなんですが、現在このエルフィンフリップ 4K は幕開けでクラウドファンディングが開催されています。販売価格は20万6800円なんですが、幕開けの応援購入なら特別価格で手に入れることができるんですよね。そしてさらにこの動画を見てくれた方限定で XCMI さんから特別なクーポンをご用意いただきました。クーポンコードはこちらになっていて、有効期限は2026年7月23日の22時までとなっています。こちらのプロジェクターの詳細とクーポンコードについては下の概要欄の方に貼っておきますので、そちらもねぜひよかったらチェックしてみてください。このエルフィンフリップ 4K が皆さんの暮らしに没入できる時間を届けてくれる1台になると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。リキトでした。